こんにちは。見る洋裁のけいこです。今回のテーマはフラットカラーです。見る洋裁では平面の型紙と立体の服の関係を目で見て分かりやすくお伝えしています。襟は大きく分けて3種類。立ち上がるようにつくのがスタンドカラー、肩に沿うようにつくのがフラットカラー、途中で折り返すのがシャツカラー。この動画ではフラットカラーについて見ていきます。最初のデザインはこちらのフラットカラーです。襟をデザインするときは襟ぐりを決めるところから始めます。基本的には原型の襟ぐりから出発するといいでしょう。フラットカラーの製図で一般的なのは前後の身ごろの型紙を並べて描く方法ですが、完成形を想像しづらい方もいらっしゃるかと思います。そこで今回は完成形を想像しながら製図ができるようになるために立体的に考えてみたいと思います。こちらは原型なんですけれども、ここに襟の形を作っていきたいと思います。直接テープを貼っちゃいます。こちらが完成形の大体のイメージです。平らにするとどんな形になるでしょうか。このような形になりました。立体的に考えられるように原型に直接テープを貼ってみましたが、平面と立体のつながりはできたでしょうか。角を丸めたり、幅を変えたり、角度を変えてみたりして絵を描くように遊ぶことができます。今回はボディを使用していますが、鏡の前で自分の体でイメージを作ってもいいんです。ここで一つ注目していただきたいのが襟ぐりです。原型の襟ぐりのままだと窮屈なので、1センチくらい広げると着心地が良くなります。次に V ネックを見ていきましょう。代表的なものにセーラーカラーがあります。同じように立体的に考えてみましょう。こんな感じ。平らにしてみましょう。このような形になりました。セーラーカラーも考え方は同じです。立体をイメージしながら絵を描くように型紙に起こします。ここからはアレンジデザインです。その前にちょっと地味だけど大事なポイント、襟腰のお話をしたいと思います。襟腰は襟の立ち上がった部分のこと。
シャツカラーのものが分かりやすいですが、ペタッと平らなフラットカラーでも襟腰で立体感を出すことができます。襟腰を作るときは身ごろの型を重ねて製図します。重ねると襟の周囲が短くなって下がろうとします。ところが実際には体があるので、逆に襟全体が持ち上がるような形になります。その時にできた立ち上がった部分が襟腰の正体です。ではアレンジデザインを見ていきましょう。最初はケープカラーです。裾が来てほしい高さにテープを貼っています。垂れ感を見るために布で型紙を作ります。裾ラインを通るように丸い形に切ります。念のため少し大きめに裁断しました。このような形になりました。裾ラインを整えます。平らにして線や輪郭を整えて左右対称に切り揃えます。これが型紙の代わりになります。次はフリルカラーです。フリルカラーは切り目のないフラットカラーの型紙から出発します。等間隔に切り込みを入れて全体に分量を追加します。足された分がフレアになります。最後は花びらカラーです。襟ぐりを少し広めにしてみました。花びらはフリーハンドで描いても楽しいですよ。こちらは後ろ開きにしてみました。
フラットカラーは立体を意識した服作りの入り口としてちょうどいいテーマではないでしょうか。絵を描くように自由にイメージを形にできるのはフラットカラーならではです。時にはボディや体を使って立体的に形を作ってもいいんです。襟は難しいと思われがちですが、気楽に遊び感覚で創作してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。